皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はカタール航空のビジネスクラスの中から日本便の機材に使用されている3種類のビジネスクラスを紹介したいと思います。カタール航空といえばやっぱりQスイートですよね。でも残念ながら全便がこのQスイートというわけではありません。少し注意が必要なところもありますので、ぜひ最後までご覧ください。カタール・ドーハにあるハマドインターナショナルエアポートに来ています。空港に到着して車から降りると、すぐにビジネスクラス、ファーストクラス専用のコンシェルジュが荷物を運んでくれます。ドーハではビジネスクラス専用のチェックインカウンターがあるエリアはターミナルの一番東側にあります。Hello. ビジネスクラス。ビジネスおよびファーストのチェックインエリアは非常に大きく作られていて、空間も大きいので本当にゆったりした気持ちでチェックインできます。チェックインするビジネスクラスの乗客の数よりも相当たくさんのカウンターがあるので、こちらが混雑しているということは未だかつて経験したことがありません。よほどのホリデーシーズンじゃない限りいっぱいになることはないんじゃないでしょうか。どちらにしても空港に着いて長蛇の列に並ばないといけないというストレスがないだけでも本当に助かります。Thank you. チェックインを終えると出国保安検査場と進むわけですが、優先レーンとかはなくてビジネスクラス専用の出国および手荷物検査場があります。ビジネスクラスの楽しみといえばやっぱりラウンジ利用ですよね。ドーハではこのアルムルジャンビジネスクラスラウンジが利用できます。ただし運賃がエリートおよびコンフォートに限られてますので、格安で手に入れたビジネスクラスチケットは対象外となります。内部にはビュッフェスタイルのレストランが2つと、あとダイニングはここ奥の階段を上っていった2階になります。ご自身で好きなものを取ってきても構いませんし、テーブルについたまま、肉料理、魚料理等をオーダーすることもできます。アルコール類もいろいろ種類があるのでいいですね。寿司。日本に帰ると美味しいのが食べれるんですが、いつもついつい頼んでしまいます。思わず頼んでしまった寿司。もうすぐ食べれるんだけど。食事が終わるとゆったりスペースで出発まで時間を過ごすことになります。シンガポールなどの主要空港ではカタール航空専用のビジネスラウンジがあるんですが、東京は JAL の桜ラウンジを利用します。そうこうしていると出発時間になりました。ドーハ名物の熊のぬいぐるみの前を通ってゲートに向かっていきます。まず紹介するのはカタール航空といえばやっぱりQスイートでしょう。機内は窓側から121の配列で、フロント向きおよびリア向きのシートが交互に並ぶ仕組みになってます。これは窓側のシングルQスイートです。自分の座席以外にももう一つ座席がついてるんじゃないかと思うぐらいむちゃくちゃ広いです。その座席みたいなものの正体は実は物入れになってます。フルフラットになるシートの調整レバーがこちらに並んでます。非常に使いやすいです。これは機内グッズ詰め合わせです。中にはオーソドックスなクリーム類とかオードトワレが入ってます。
就寝グッズも結構充実してて、この袋の中にはスリッパ、それからパジャマが用意されてます。ドーハでは普段のパジャマとしても使っていて、結構気に入ってます。2列のシートはツインとベッドの間の距離が近いダブル級スイートに分かれます。これらのシートは対面しているので、間を空けるとクワッドとして利用できます。どのシートもドアを閉めて間にあるパーテーションを上げれば、かなりプライバシーは保たれるので、ゆっくり休めますよ。お休みの際はキャビンアテンダントがベッドメイキングをしてくれるので、あとはパジャマに着替えて寝るだけです。おやすみなさい。9スイートほどプライベート感は保たれていませんが、このビジネスクラスのシートもなかなかいいです。今朝カタール航空のウェブサイトを見ていたら、羽田便も年末あたりはこのビジネスクラスになってましたね。ご満悦の様子ですね。これは少し古い機体にあてがわれているビジネスクラスシートです。新規路線のオープンに伴ってカタール航空では今航空機不足が発生してます。なので残念ながら日本便も時々こういう機体に当たっちゃうんですよね。222配列なので、乗ってて困るのは隣の人との間の肘掛けですね。ここに飲み物を置くとどっちのが自分の飲み物かわからなくなっちゃうことです。座席間隔はむちゃくちゃ広いので、もう足も届かないぐらいです。あと困るのは自分の見てる映画が隣の人に見られちゃうってことですかね。グループ旅行向きです。ちなみに JAL のビジネススカイスイート3と比較してみると、こちらは日本人向けビジネスクラスなのか、ちょっと少しこじんまりした感じがしました。こじんまりとはしてますが、大変綺麗なビジネスクラスでした。機内は通路、化粧室を含め前後の距離が短いのと、やっぱりこういうサイドからの圧迫感がやっぱり多少ありましたね。なんか足もうなぎの寝床のようになんか穴の中に入っていくっていう感じでした。ただその穴はむちゃくちゃ広くって足も届かないぐらいです。狭い空間でどうやってこんだけ足の長さ確保してるのかなと思って考えたんですけど、なんかどうやら隣の人とこう足が交差するようになんか入ってるみたいです。なんかこう要するにこの部分が隣の人の足が来てて、で僕の足はその上側にこう伸ばせるようになってるみたいです。隣の人は少し床に近いところで横になる感じでしょうか。いかがでしたか、カタール航空ビジネスクラスの旅。やっぱり9スイートはいいですね。早く日本にも9スイートの連日就航再開してほしいです。それではさよなら。